今日は買い物動画です。今回の買い物は所沢の花木会さん、それと同日に開催されていた、埼玉の方の気楽会、その2つをはしごしましたので、そこでの買い物紹介。で花木会さんでは一世を風靡している、籠宮さんが在籍している会、心拍の飾りなんかすごく素敵でしたね。気楽会さんの方は私の古くからの盆友、もう10年ぐらいの、10年以上の付き合いの、メンバーさんがたくさんおりまして、現会長のうっちなんかは、昔私の引っ越しを手伝ってくれたっていう思い出があって、お礼もしてなくて、ずっと気がかりなところもあるんですけど、まあそういう、人たちがいます。はい。それでやっぱり売られている即売品も昔からずっとやってる人が作っている木なので、お値段が安いっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり作り方が勉強になるっていうか、こういう風にして作りたいと思ってたのかなっていうのを一つ一つ見ながらですね、その意思を組んで作るっていう、そういう楽しみもあるんかなと思ってます。じゃあ、行っちゃいますかね。ぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まずは花機械さんのところで買ったもの、たくさんあるんですよね。うん。ちょっと、そっか。別に、ここから私を映さなくてもいいのか。たくさんありますね。そして、最初に手に取ったのが、この魚竜。県外風に作ってある途中で、鉢もね、この形の鉢、素敵やなと思って。作家さんはわからなかったんですけど、なんかいいですね。姿がもうできてて。この枝を走らせて、こう葉っぱをむしって、ここから吹いてる枝を伸ばしてるんだと思うんです。だからこの枝はもう切ってしまって、パチンと切って、で、ここで一曲、この部分で一曲作ったら、またちょっと弾みができていい感じですね。次は、かごみやさんが出してくれたミニの心拍。こんなにちっちゃいのに曲をつけてあるっていうところがやっぱりかごみやさんらしいなと思います。普通はまだこのぐらいのやつやったらまだ走らせて作ろうと思うじゃないですか。でもこういう小さいうちに、心拍だけじゃなくて小さいうちにきちんとしつけてミニで作っていこうっていうこの意気込みを感じますよね。まだまだミニ盆栽の道は険しいなと思いますが、ね、ちょっと勉強と思ってお安く出してくださってるやつを買いました。かごみやさんはもう小さいうちからこう棚を作ることを意識されてるので、こう薄く薄く枝を広げるようにして作って、またこんもりとなってきたら、まあ、枝を作っていくっていう感じでやっておられると私は思ってるので、かごみやさん流の畳み込みとかするときはそれを習って、やっています。鉢は何かな？鉢は一層さんのデイバチですね。ミニでこんな合わせて作って大事に枯らさないように育てていきたいと思います。かごみやさんが出してたこれナンバー2。これは図書ですね。図書もしっかり曲げてありますね。小枝のうちに曲げてあるんでしょうね。根っこがあってこうやって作ってるのか。紫式部、立ち上がりんとこ、株立ちですけど、ちょっと待って、株立ちですけど、ここもしっかり太くて、いい感じでございます。臓器も楓ですね。はい。東楓。東楓のちょっと右太のやつを買わせていただきました。これもここがね、とてもいいかな、いいと思うので、まあこれ今更叩くとか曲げるとかは考えていなくて、このまま持ち込んで、傷も少なく、もう治っていて、はい。とてもいい東楓でした。それとね、こちらは、これ何イボタピラカンか。ピラカンサですね。うん。で鉢が、宇野昇さんの鉢。するかな。登るって書いてあるのわかりますかね。宇野昇さんの鉢っていうのもあって、購入を決めました。で、最後、こちらはね、雪柳ですけど、もう冬姿というか、まあ、この時期にこうやって葉っぱもちょっと落ちてきたりとかして、枯れ葉とかも出てきて、こんな姿になるんですけど、これも株元がしっかりしてていいなと思ったのと、鉢もなんかすごい良かったので、残念ながらちょっと私には楽観が読めないんですけど、どっちから読むのかもわかんないんですけど、なんかこの鉢の釉薬の感じとか、まあ、持ち込みですかね。持ち込みでちょっといい感じに古さが出てるっていうところにちょっと惚れ込んで購入を決めました。これもなんか鉢が可愛いなと思って買いました。多分これと、この作家さんとこの作家さんは
同じですね。あ、同じですね。この感じ。何ですかね。ご存知の方いたらぜひ教えてください。うん、へほへほって書いてあるけど、へほって読めるけど、なんか違うんだろうな。絶対違いますよね。木はですね、これは、あれですよ。あれ、あれですよ。あの、何ですかね。あ、あれ取るな。あの、ザク、ザクロだ。ザクロ。変な実の形になってるザクロ。それで今こうなってるけど、ちょっとこうやって飾ってみたらいいかなと思ってるんです。ちょっと県外風にしても、何でも県外にしちゃいますね。県外するのもちょっと大概にしろって感じですけど、そう、県外のザクロにしてみたらいいかなと思って、それも視野に購入をしました。はしごした2軒目の気楽会さんで購入したものを紹介していきます。よいしょ。これも馴染みのお友達が持っていたものを即売に出されてたので、ありがたく購入し、安くしていただいて、ありがたく購入しました。何がいいって僕、ほんと、もう足元のここのところがすごいギュッと曲がってあるところですよね。できるだけ足元に一曲作りたいと思うけど、なんかここまでできないなと思って、これはちょっと勉強しようと思って買いました。もう痛み木っぽく目指しているのかな、こう上がってきて。面白い木になりそうですよね。その友人の棚場があんまり日当たりが良くないらしくて、うちやったら、もっと葉も良くなるんじゃないかって言ってもらいました。はい。日当たりよく管理していって、ちょっとね、仕上げていきたいと思います。いいですよね、これ。単にこう畳み込んでるだけじゃなくて、こう緩急があってとってもいいですね。そして、こちら、鉢作家でもあります、しすいさん。原さんの木も、購入することができました。これはサルスベリですけど、こうね、割ってあるんですよね。ここ、幹が。この結構太いやつを、幹をバーンって割って、さらにここ、切り返して、一曲作っているんですよね。なるほど、面白いなと思って、それで、さっきのこちらのピラカンも、同じようなやり方で、幹を割る必要はないと思うんですけど、やっぱここが太いし、曲が緩くなっちゃってるから、バツンと作って一曲作ってみようかなっていう気持ちにさせていただきましたね。うん。それとこちら、これも原さんの止水と書いてありますけれども、はい。三種一葉の鉢をモデルにそれをイメージして、スキッとした朝鉢を作ったんだよっていうお話でした。釉薬もこう渋くって、鉢惚れですね。木はこれ、ズイナですよね。ズイナ。紅葉が綺麗で、とてもいい樹種ですけど、それに合わせてあるこの、鉢にちょっと惚れまして購入をしました。原さん、ありがとうございます。そしてこちらも凡友さんから譲り受けた、ものなんですけど、面白いですね。けやきのぐねぐね、のぐそ巻きみたいなけやきですけど、変わり木が好きな愛好家さんから購入したんだそうです。はい。けやきってやっぱほうき作りでまっすぐでって思ってたけど、こういう作りもなんか面白いなと思って、私、けやき苗たくさん持ってるので、何本かちょっと長いやつはちょっと曲げてみようかなっていう気持ちになりましたね。欅らしからぬですけど、もう少し枝作って、棚も作ってってやったら、結構なんかみんなをあっと驚かせる欅ができるんじゃないかなと思って。角度はね、こうなってたけど、ちょっとこういう風にして、ここがね、ここが一番すごいとこですから、ここがちょっと見えるように、この角度で、ここら辺に枝作って、後ろ枝と、ペロペロって作ってみようかなと思ってます。これは文人帳の図書ですね。落ち枝しっかり引いていて、もうちょっと引いてもいいのかなと思うけれども、とっても姿のいい木ですね。即商品の飾りなんかにも使えそうな図書がございましたので、迷わず購入。多分これ一番最初に手に取ったのかな。そしてね、まだあったんだ。それとこちら、小松菜ぎ。こんな見つけたことないけど、こんな可愛い実がなるんだと思って。はい。それと、こちらの、ケヤキ、つくもネルケヤキだと思うんですけど、ミニで作ってあるもの。ねえ、うん、可愛いですね。うん。もうこれだけで、なんかこの子たちだけで飾れそうな感じしますよね。秋の飾りやったら、ここに実がついてて、雑木、つくもネルケヤキ入れて、そうだ、後ろの方に図書なんか、図書なんか飾ったらもうできちゃいますね、飾りもね。
はい。そんな、買い物でした。